ヨローナの伝説。一般に知られております通り、セニョール、夜のガイドでは多くの悪しき者ともに出くわすものでございます。けれども、このヨローナ亡き女は、その中でも最も悪しき者でございます。若でルンブレ日の目をし、真夜中にサンパブロの放牧地から飛び出してきて、燃え盛る旋風のように街路を駆け抜け、陸口から煙と火花と炎を吹き出すあの目をしよりもはるかに恐ろしいものでございます。なぜなら日の目牛はですな、セニョール、見るに恐ろしい獣ではあるものの、実際には何の害もなさぬ。けれども、ヨローナは成し得る限り害を及ぼすのですから。静かな通りを静かに歩いている彼女を見れば、子供たちを呼び求めて走り叫んでいない時には、きちんとした風采の女に見えます。白いペチコートと頭を覆う白いレボソショールのために木に移るだけで誰もが彼女に話しかけられるかもしれません。けれども彼女に話しかけた者はまさにその瞬間に死んでしまうのでございます。彼女の始まりはあまりに昔のことで、彼女の始まりがいつなのか誰一人として存じませぬ。彼女について何も誰一人として存じませぬ。けれども確かに知られておりますのは、彼女の始まり、まだ生きていた女の頃に彼女は悪い罪を犯したということでございます。子が生まれるたびに彼女はその子を死骸を取り巻く運河の一つに投げ入れ溺れさせたのでございます。彼女には大変多くの子供がおり、そういった所業を長らく続けておったのです。やがて彼女の両親が自分が我が子に対してなしていることを責め立て始めました。けれども神父が彼女に語りかけたのか、聖人の誰かが彼女に警告を与えたのか、誰も存じませぬ。けれども確かなのは、自身の罪のゆえに彼女は闇の中、街路をさまよい、泣き嘆き始めたということでございます。やがて夜から朝まで街路に泣き女がいると噂され、彼女を見ようと真夜中に出かけた者も多ございましたが、誰もその姿を見ることはできませんでした。彼女を見られるのは、街路に人の気配がなく、彼女がただ一人である時に限られておったからでございます。時折、彼女は眠っている夜景のもとに来て、こう問うて起こすのでございます。今、何時でございますか？と、そして夜景は、白衣をまとった女が、レボスを顔にかぶせて自分の傍らに立っているのを見るのです。彼が、夜の12時でございます。と答えますと、彼女はこう申すのでございます。この日の12時に私はグアダラハラにいなければなりません。あるいはサンルイス・ポトシ、あるいは遠い別の町、そう申しながら、彼女は痛切に絶叫いたします。私の子供たちはどこにおるのでしょう。そして瞬時に跡形もなく消え失せるのでございます。すると夜景は自分のあらゆる感覚が抜け落ちた心地となり、死人のごとくになってしまうのです。これは多くの夜景の身に幾度も起こりましたが、彼らは上官に報告したものの、上官たちは信じなかったのでございます。けれどもある夜のこと、警備の士官がサンタアニタ教会の脇の人気のない通りを通り過ぎておりました。そこで彼は白いレボソと白いペチコートをまとった女に出会い、彼女に化粧し始めたのでございます。彼は彼女にこいました。レボソを外して、その美しい顔を見せておくれ。と、すると突然、彼女は顔の覆いを取り、そして彼が目にしたのは、骸骨のむき出しの骨に固く付着したむき出しに笑う頭蓋でございました。彼が恐怖のうちに見つめていると、その肉のない顎から氷のような息が漏れ、その氷の冷たさは
彼の心臓の血そのものを凍りつかせ、彼は死人の側頭のうちにすしりと地に倒れたのです。気を取り戻した時、彼はひどく動揺しておりました。恐怖のあまり、彼は警察署デイプタシオンに戻り、そこで身に降りかかったことを語りました。そしてほどなく命が彼を見捨てて、彼は亡くなったのでございます。このら、ヨローナにつき何より驚くべきは、セニョール、彼女が同じ瞬間に遠く離れた異なる場所で別々の人々によって目撃されることでございます。ある者は大聖堂の前に輪を急ぎ足で横切る彼女を見、別の者はアルコスで3コスメの傍らで見、また別の者はベレン監獄の向こうのサルト・デル・アヌアの近くで見るのでございます。それのみならず、ただ一夜のうちに、モンテレイで、ワハカで、アカプルコで、国の幅と長さにわたって、隅々の遠い町で、彼女が目撃され、そういった遠い町で彼女と話した者は、ここメキシコでと同じく、即座に恐怖のあまり死んでしまうのでございます。また、彼女は田舎で目撃されることもございます。ある時、寂しい街道を進んでいた旅人たちが彼女と出くわし、こう尋ねました。こんな寂しい道をどちらへ参るのですか？と、すると彼女は叫んだのでございます。私の子供たちはどこにおるのでしょう。そして悲鳴を上げて気失せました。旅人のうち一人は気が狂ってしまいました。島外に着いてから彼らは見たことを語りました。するとここでもこのらヨローナが多くの者を狂わせたり殺したりしてきたのだと告げられたのでございます。ラ・ヨローナは広く知られ、セニョール、また大層恐れられておりますから、出会った折に話しかけて足を止める者は今では少のうございます。それゆえ彼女のせいで死ぬ者も今では少なく、これは幸いなことでございます。けれども彼女の大きく鋭い鳴き声、走る足音はしばしば耳にされます。とりわけ嵐の夜に私自身もセニョール、彼女の走る足音と鳴き声を聞いたことがございます。けれども姿を見たことは一度もございません。神よ、私が見ることのなきようご加護を賜りますように。